アグネスデジタルから自分がアスリートウマ娘としてではない異なる人生を歩んでいたとしたらどんな感じだと思うかと問われアグネスデジタルが妄想するその F の世界をウマレーターを介して覗き見るデジトレ。そういえばトレーナーさん。どうしたんだい？デジタンや。もしの話なんですけど。もしデジタンがトレセン学園に入学してなかったらどうなってたと思います？なんだって？いや、そもそもウマ娘アスリートとして活動をしなかったら。どうした？急に妙なことを言い出して。気になったんですよ。これです、この雑誌の特集なんですけど。ウマ娘ちゃんの人生の分岐点特集です。ああ、あの時に別の選択をしていたらっていうよくある企画か。そうですそうです。それでどうです？どう思います？地方レース場に住み着いてるとか？住み着きませんよ。それにレース場に住み着くのは黒野さんのアイデンティティなんですからそれを奪うようなことはできません。せいぜい収録で通うとかですね。それはむしろ住み着くよりも濃いような気もするが。じゃあデジタル的にはどうなの？どんな人生を歩んでたと思う？そうですね。基本は変わらないと思います。ウマ娘を追っかけるのがデジタルの生きがいだもんな。多分前世からやり直さないとウマ娘オタクという宿命からは逃れられないでしょ。ウマ娘オタクとして生きれることを前世の私に感謝しないとですね。まあ楽しそうだからいいけどね。それでちょっと妄想とかしちゃうんですよ。大学とかでウマ娘ちゃん観察研究会みたいなウマ娘ちゃんに関するサークルを立ち上げて毎日推し活に明け暮れる自分を。容易に想像できるというか今のデジタルそのままじゃん。トレーニングの時間を推し活に避けるのでより濃厚な推し活を楽しんでいる自分が見えます。今だってトレーニング中にコースを走ってるウマ娘を目で追っかけたりしてるじゃん。トレーニング時間だって推し活タイムじゃん。デジタルのやる気が上がるから別に何も言わないけど。まあ、とりあえず聞いてくださいよ。ウマ娘ちゃんオタクの妄想トークを。おっと、途中で口を挟むのは無粋だったな。オタクの妄想トークはプロレスと同じで受けの美学が基本だっていうのに大変失礼した。いいんですよ同志、気にしないでください。それでウマ娘ちゃん観察研究会ではどんな活動をするんだ？よくぞ聞いてくれました。ウマ娘ちゃんに関する動画投稿とか、ウマ娘ちゃんに関するウェブラジオ放送とか、そういうことをしようかなって。ウマ娘ちゃん観察研究会らしい活動だな。でもデジタルっぽくていいね。でしょう？むしろそれ以外の活動をしているデジタルの姿が想像できない。自分で言うのもなんですけど私もです。でもデジタルがパーソナリティのウェブラジオ番組か、興味あるな。聞きたいですか？そうだね。仕方ありませんね。では F の世界へご案内しましょう。ウマレーター？最新パッチを適用したウマレーターでは F の世界を楽しめるようになったんです。知らなかった。本来はレースで起こりうる様々なケースに対する備えとしてのアップデートらしいんですけどね。なるほど、ライバルが先行か差しかで立ち回りが変わったりするからな。それぞれのケースでの立ち回りをシミュレーションできるってわけだ。それをちょっといい感じにあれすることでこういう楽しみ方もできるというわけですね。いいのかな？そんな使い方。細かいことを気にしちゃダメですよ。あと面白いのは使用者の気持ちの強さが仮想空間内で反映されることなんです。強大なライバルだと思えば思うほどより強く仮想空間内で反映されたりします。へえ、いろいろ進歩してるんだな。それでは F の世界へ出発。おお。全銀河のウマ娘ファンの皆様、こんばんは。本日も始まりました。トートミ通信のお時間です。というわけでパーソナリティのアグネスデジタルです。よろしくお願いします。デジタル、うるさいよ。まだ始まったばかりなのにうるさいはひどくないですか？いいからさっさと始めて。スタッフさんひどいです。スタッフさん相変わらずデジタンに塩対応でしばわらわらわら。リアルタイムコメントでもスタッフさん塩対応って言われてますよ。いいんだよ、番組を滞りなく進行させるのが俺の仕事なんだから。ほら、さっさと企画に入って。5本。それでは本日の企画ですが、デジタンが選ぶ、ウマ娘ちゃんの尊い後ろ姿ランキングベスト100。気合い切れないから帰ってもいい？待ってください、半分にしますから。それでも長いよ、一人につき3分は話すだろ。
いえ、最低でも5分は。そんなのリスナーさんだって付き合いきれないだろ。そんなことはありません。他の企画のことも考えると1分が妥協点だな。嫌なら俺は帰るけど。わかりました。スタッフさんに帰られては番組が成り立ちませんので。じゃあ浅草始める。はーい。お疲れさん。お疲れ様です。なんだよその表情は。だって、推しへの愛を語り足りないんですもん。仕方ないだろ、時間は決まってるんだから。ったく。ほら、これでも食って元気出せ。これって、デジタルが推してる料理系ウマ娘が監修した新発売のプリンだよ。もしかして、私が食べたいなって言ったの覚えててくれたんですか？いや、そうですか。思い出したんだよ、コンビニで見かけてな。だから買ってきた。どうした？私のこと、思い出してくれたんですね。いらないなら返せ。わ、食べますよ。推しが私のために作ってくれたプリン、最高すぎる。いや、デジタルのためにではないだろ。いいんです。同じ食べるでもその方がより美味しく感じられますから。まあ好きにしたらいいけど。美味しい。本当に幸せそうに食うな。だって幸せですもん。配信して、好きな話をして、美味しいもの食べて、最高の人生です。安い人生だな。安くありません。尊いんです。はいはい。でも、本当に楽しいんですよ。そっか、それはいいな。はい。スタッフさん。なんでずっと手伝ってくれるんです。急だな。前から気になってまして。なんでだと思う？デジタンが美少女だから？自分でそれ言う？違うよ。じゃあ人気配信者だから？それも違う。将来有望だから？それも違う。じゃあ何ですか？教えてください。面白いから。面白い？デジタルを見てると飽きないよ。毎日何かやらかすし。そんなデジタルと一緒にいると俺も楽しいんだよな。もしかしたらデジタルが俺の推しになってるのかもな。私が、推し？なんだよ、いけないか？いえ、いけなくありません。顔赤いぞ。気のせいです。そうか。一つ聞いていいですか？推し活してる時のデジタン、どう思いますか？やかましいよな。ですよね。これはもはや不治の病だなとか。自覚してます。でもまあ推し活してる時のデジタルは生き生きしてて好きだぞ。ほえ。変人だけどな。なんだ？言い返してこないのか？許してあげます。は？デジタンは心が広いですからね。許してあげると言っているんです。ははは、なんだそりゃ。という感じの F の世界を妄想したりしちゃったりして。ウマ娘アスリートでなくてもデジタルの本質は変わってなかったな。そう、私の本質はウマ娘ちゃんを推すこと。だから走る側ではなく単純に応援する側としても幸せな人生を歩めていると思います。なんにせよ F の世界でもデジタルが幸せそうでよかった。けどさ、なんでウェブラジオのスタッフが俺なの？妄想の中でもデジタルのために働くことになるとは。そりゃあ同志ですからね。なるほど、同志だからか、それじゃ仕方ないな。です。だとしてもちょっと美女が美化されすぎだったような気が。いいじゃないですか。あれもまた創造物ということで。まあアニメとかだと思えばいいか。さて、それじゃ俺は会議の時間だから行くよ。はい、お付き合いありがとうございました。あ、そうだ。はい？いくら俺相手とはいえ自分の妄想世界はあんまり気軽に見せない方がいいかもね。それじゃ。はて、トレーナーさんだからこそ私の妄想世界にご招待したというのにあの最後の言葉は？でも私らしいって言ってくれたし別に問題ないのでは？やましいこともないし。ヒント、あと面白いのは使用者の気持ちの強さが仮想空間内で反映されることなんです。
仮想空間内でトレーナーのビジュがいいのはデジタルからはそう見えてるし仮想空間内のトレーナーが好きだなと発したのは自分のことを好いていてほしいという思いの表れ。と。ウマ娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。